しささしささへへ。どうも、こんにちは、吉田です。今日はですね、ちょっと市場の方に散歩がてら寄ったんですけれども、ここでですね、ちょっとこのミミジャーという魚なんですけども、美味しそうだったのでですね、これを食べたいと思います。初めてなんですけど、ミミジャーのですね、寿司とミミジャーを使った鍋作ってみたいと思います。これついた魚ではなくて、千葉の方に行ったミミジャーっていう魚です。とっても美味しい魚です。一応ですね、自分もこれ魚ついたことあるので、映像があれば出したいと思います。こちら。あとこれも一応美味しいです。トガリエビスとこっちがね、ミミジャーか。こんな感じですかね。はい、それではこちらをさばいていきたいと思います。まずちょっと簡単に観察してみます。こんな感じで見てる通り赤い魚です。ちょっとですね、薄いピンクですかね。釣りとかでもね、上がるみたいなんですけれども、反対側はちょっと傷ついてますね。こんな感じ。サイズで言うと20センチ、35センチから40センチぐらいあると思います。食べやすいサイズかなと思いますね。一人で食べる分には。で、こっちなんかエラが特徴的なんですけど、こっちにエラがあって、で、その前のこっちですね。この方になんか、なんだろう、ボコッとなってるところがある。これ。ここだけ特殊なのかなと思ったら反対側にもここボコってなってますね。前に向かって尖ってる部分が何の意味を持つんだろう。これほらボコってなってる。これちょっと普段よく観察したことないのでこんなのがあるっていうのは今日初めて知りました。ミミジャー綺麗ですね。この辺は赤人のなんか赤さとはまた違った赤さがあります。ちょっとピンクっぽいのかな。ヒレは上に行くにつれて黒っぽくなってます。特に後ろの方。内側がちょっと黄色っぽくなってる。オレンジがかった黄色で、その次に黒からだんだん薄いピンクになって、最後透明っていう感じですね。これ。こっちはちょっと鋭いので、こっち気をつけた方がいいですね、エラの方は。はい、これちょっとですね、自分でさばいて食べるの初めてなので、楽しみですね。どんな味がするのか。それでは、ちょっと作ってみたいと思います。はい、それでは早速ですね、鱗をまず取っていきたいと思います。鱗は結構細かいな。毎度家でやるときこうやって鱗が飛んでいくので鱗と綿を取る作業だけはできれば海でやりたいですね。今日はちょっとですね散歩家族でお買い物ついでに寄った泊湯町ってとこがあるんですけどそこで美味しそうだなと思った魚ですね。今はですねこの軽石の影響でこう市場とかにもあんまり魚が出回ってなくて魚自体も少なかったですね。ミミジャーって沖縄料理屋さんとかだとマース煮とかバター焼きとかで美味しく食べられてる魚です。普段はねスーパーで柵切りにされてるマグロとかでもイラブチャーの刺身とかマクブとか赤人とかはよくパックに入って売られてるんですけどミミジャーの刺身とか寿司とか鍋用の頭とかですねアラとかあんまり見たことないので自分でこう買ってきて食べる方が早いのかな。結構夜とかもちょいちょいいるんですけど自分なんかよく潜るところではもうちょっとちっちゃいので結構見送ったりしてます。たまにつくこともあるんですけど大体ついたら水揚げ競りに出してるので自分で食べたことはほとんどないですね。結構鱗飛んでいきますね。鱗がですね鱗の剥がれ方があんまり良くない。ほらこんな感じで残っちゃいますね。綺麗に剥がれていかない。こうやってくっついちゃう。で今さばいてて思ったんですけど色が取れてる。包丁についてますね。鱗と一緒にピンク色が色素が剥がれてる気がする。今のところなんか生臭さとかそういうのはないですね。ちょっとこちらに鱗残ってるのでそういう時は横からこうやってやると取れやすいですね。この辺ですね頭の周りとか頭の上ヒレの下とかお腹の方です。結構残りやすいのでこの辺結構重点的にやった方がいいですよ。あとこっち際ですね包丁の角を使ってこっちもねやると綺麗に取れますね。で稀にこうさばく人がいるんですけど多分正しくはこうですね。習ったことはないんですけど上手い人の見てたら大体こう引いてるんでこうやってるんで一回これで水で洗い流します。結構手でこうやった方が取れるかも。最後残ってるやつはひっついてるやつはヒラブチャーとかも鱗を手で剥いだ方が早い場合があるんですけど素手でやるときはこのヒレ結構鋭く尖ってるので気をつけた方がいいですね。あと伊勢海老とかもですね子供たちわからんでわーって触るんですけど伊勢海老も結構鋭いトゲトゲいっぱいあるんで伊勢海老とか魚介類全般ですね素手で触るときは気をつけた方がいいですね。はい、ある程度鱗が取れたので今度は綿を取っていきたいと思います。お尻の方から頭の方に向かって包丁を入れます。いろいろあると思うんですけど自分はこの方ですね先に断ち切りますね。で反対側からもちょっとこうちょっと生臭いですね。ちょっと粉々になっちゃいましたね。うわお腹はですね結構臭い。こちら捨てます。でこのお腹の中ですねあとこっち少し傷つけて血合いの方も洗っていきます。はい、それではですねこちら綿と鱗を取ったミミジャーですねこちらを3枚におろしていきたいと思います。まずはここに1本
包丁を入れますね。そして頭を落としてやるっていう人もいるんですけど、自分は頭を落としてやるのに慣れてなくて、その頭をつけたまま3枚におろしていきます。まず皮ですね。皮を切るイメージで、ギリギリ攻めなくても個人的には 2mm から 5mm ぐらい背骨から離した方が、チルマンだったり他の魚もさばきやすいっていうイメージがあります。そこまでこちら辺身がないのでね、ちょっと離した方が綺麗にさばける、僕の場合は。で次はお尻、尻尾の方ですね。ここも軽く皮を切って、そこから背骨につって奥に入れていくっていうイメージです。でちょっと開けばこの開けるので、開いてからやったら見やすいですね。こっち側も手でこうやってこういう風にやったら割とこう開きながらね、見やすくなります。ほら、背骨になるべく背骨にとって身を残したもので、僕の場合はこことここを持ってこうやってね、で真ん中だけがつながってる状態なので、その真ん中だけをこう切っていくっていう感じですね。そしたら綺麗に開けます。で身はこんな感じ。結構思ったより綺麗かも。もっと濁ってるかなと思ったんですけど、意外と綺麗な身してますね。匂いもそんなにない。結構状態いいかもしれないです。美味しそう。で反対側も同じようにやっていきます。こちらちょっと鍋に入れたいと思いますので、細かく切っていきます。多分全部は入らないので、頭の部分とヒレの部分だけ使おうかな。あとはこちらの身を少し入れていくっていう形にしたいと思います。バラすときはね、この骨の関節に包丁を入れた方がいいです。白いところですね。白くなってるところ、ちょっと太くなってるところ、こうやってパキっていきます。あとはこっちから包丁を入れてパチ切ればいいですね。頭の方はあんまり慣れてないんですけど、これがいいか。これがいいか。みんな立ててるんだけどな。ちょっとこっちからやってみようか。入った入った。意外に切るもんだな。反対側に回して。ここで切ると切れやすいですね。トンって。これを後でですね、鍋に入れたいと思います。はい、ここからは一旦包丁チェンジしまして、これ使っていきたいと思います。刺身切るっぽいやつですよね。3枚におろしたこの身を皮剥く前に中骨取って腹骨の方をすいていきます。こうやってね。めっちゃ薄く。で、ここまで切ったら立てる。で、ここにもね、骨があるので、これを取り除きたいと思います。真ん中にちょっと1本。多分この辺までしか入ってないんですよね。なのでこの辺まで入れます。あとはひっくり返してあげるか。こうやってね、手で触って骨が入ってないか確認して、3枚おろしの片面をさらに2つに割った感じです。こちらも同じようにします。合計4枚になりました。ここから皮引きをしていきます。できるだけ失敗したくないですね。はい、うまくいきました。こんな感じ。これから寿司に使うネタの部分と鍋に入れていく身の部分を分けていきたいと思います。寿司に使う部分は、そうだな、ここがいいかな。この大きな部分がいいかな。この部分をじゃあ寿司のネタに使う大きさに切っていきたいと思います。適当に、だいたいこれぐらいかなっていうサイズ感でやっていこうかな。大きめに取るか。こうやってね。こんな感じでいいかな。はい、1枚、はい、2枚、3枚、4枚。OK。この部分を寿司にしたいと思います。こちらの部分は食べやすい大きさに切って鍋に入れたいと思います。こんなものでいいか。よし、いい感じ。ネギうまそう。いい匂い。ネギ好きなんですよね。とりあえず盛り付けていく。なんか違う。しめじ。こいつも入れていこう。よっしゃ。魚を入れていく。なんかでも美味しそう。
エラと頭あった方がなんか魚の料理っぽいよね。こういっちゃうかな。なんかっぽくない？それっぽいね。はい、それではですね、あらかじめ作っておいたこの酢飯で、ちょっと寿司握ったことないんで、ダイソーさんのお力を借りて、この握り寿司が簡単にできる型っていうのをちょっと今日買ってきました。使えるものはとことん使わんとね、この箱にシャリ入れて、ちょっとギュッて押し込んでやれば簡単にシャリができるらしいんで、早速使っていきたいと思います。わさびも入れたいので、用意しとくか。包丁は危ないのでどかしとき。丁寧に下文字で入れていくか。こんな感じで、これで蓋を閉めると。蓋を閉めて、軽く押し込む。取りやすいようにこっちぼっこになってるんで、すぐ取れますね。それではオープン。あ、なるほど。綺麗にこうやって形ができる。すげえ。で、取るときはなんと、後ろになんか軽く押せるところがあって、これを押せば取れるんだはず。それでは押します。わ、すごい。ほら。ポンポンポンと取れていく。すげえ。デジすごい、これ。それでは、はい。そしてですね、今回の盛り付ける皿がちょっとおしゃれですよ。見て。下駄みたいなやつ。これもダイソーさんにありました。こう置いて、おしゃれっぽく大葉も置いてみるか、こうやって。大葉を置いて、じゃあネタを、ちょっと上からこうやってあげようか。気持ちで。シャリとネタが馴染むように。すげえいい感じ。水を入れていく。今回使うのはこちら。お鍋にポン。少人数でも使いやすい小分けキューブタイプですね。2個が1人前ということなので、2個入れていくのかな。大体そうでしょう。とりあえず2個入れていく。潜り込ませるか。潜り込ませよう。はい、OK。OK。じゃあこれでしばらく温めていきたいと思います。で、どうすればいいか。はい、それではですね、完成しました。こちら、ミミジャーの寿司ですね。めっちゃうまそう。すいません、ちょっと今、向こうでね、嫁が夕ご飯作ってるんで、ガチャガチャしてますけど、気にしないでください。ミミジャーの寿司、初めて作りました。寿司自体初めてなんですけどね、ダイソーのシャリ作るやつのおかげで、まあまあ綺麗にできたと思います。そしてこちら、ミミジャーの鍋。ミミジャーって普通鍋にする魚なのかわからないんですけど、とりあえずやってみました。めっちゃ美味しそう。これっすね。日本酒飲みたかったんですよね。日本酒飲むためにちょっと今日魚食べたいなと思って散歩がてら買ってしまいました。まずは刺身からいこうかな。刺身じゃない、寿司からいくか。絶対うまいだろこれ。ミミジャーの寿司いただきます。ちょっとどれかはね、わさびが入ってたり入ってなかったりします。右端からいくか。いただきます。こちら絶対うまいこれ。やば超うまい。何これ、やば。ちょっと次、じゃあまずはじゃあなんていうの、こちらミミジャーの身が入った部分からいこうかな。あ、めちゃくちゃ出汁効いてる。すげえ。魚の出汁がすごい。なんていうのかな、ほのかに香ばしいな。うまっ。ちょっとね、ミミジャーは結構ポロポロいくんで、あんまりこの汁物向けではないのかな。ふわふわしてる。めちゃくちゃ柔らかい。ほら、かなり食べやすいです。ご飯とかと混ぜたら最高かもしれない。なるほど、ちょうどいいぐらいですね。これ以上温めすぎると結構身がポロポロ剥がれていく感じかもしれないです。これで今ちょうどいい。野菜とネギとブナシメジ、ミミジャーの実、これを巻くんすよ。これを巻いちゃう。これ絶対うまいからね。やば、うまっ。なんていうかな、ミーバイに近いかもしれない。食感としてはミーバイよりかちょっと硬めかな。コリコリしてる。コリコリしてますね。で、味もミーバイに近いのかな。で、臭みはない。で、食べた時に酢飯のこの酸味とかなり合う。めっちゃ合う。合ってるかな。ということでね、じゃじゃん、こちらでいきたいと思います。今ね、先ほど買ってきて急遽で今冷凍庫でキンキンに冷やしました。150クボタをちょっとね、このヒノキのマスに入れていこうかなってね。いただきます。やば、これすごいな。なんでこれ日本酒って魚に合うのかな。これはやばいよ。これはやばい。で、ちょっと
ちょっとねこれやってみたかったんだけど、これ塩なんですよ。塩をねこの日本酒の口の部分にねちょっと乗せてね、こっちから飲むんですよ、日本酒を。あー、粋だね。いいね。あー、やばい。このね、鼻から日本酒の甘さとこのヒノキの鼻からこうスーッと抜けるこの香りがたまらんよね。そしてこの高菜めちゃくちゃ合う。やば。どんどん食べていきます。この野菜にもね味が染みてる。うますぎる。ちょっとね、でもダイソーのシャリ結構ぎゅうぎゅうに押し詰めたからか分からんけど、シャリは結構大きめですね。なので結構ふわっとした感じで乗せて、あとは手でこうやって調整した方がいいかもしれないです。ちなみに今日のですね、ミミジャー泊まり湯町で580円でした。かなりお買い得だと思います。580円で寿司のネタもあと 4,5 貫あるので約10貫ぐらい取れます。それで鍋もできて最高ですね。大変お買い得となっております。ミミジャー、市場で見かけることがありましたら皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。ということでですね、今回ここまでですね。ご視聴ありがとうございました。OK。いいんじゃない？いいんじゃない？いいよね？いいんじゃない？